こんばんは。今日は日本の文化の違いっていうか、カルチャーショックだったことを皆さんとシェアしていきたいと思います。このチャンネル見るのが初めての方にはちょっと自己紹介をさっとしたいと思うんですけど、私の名前はアミでカナダ生まれ育ちなんですけど、もうすぐ3年東京に住んでます。日本にこんなに長いこといるのは初めてで、もうずっとバンクーバーだったんですけど、私はもうカナダ人なので考え方だったり、ちょっとしたことメイクの仕方とか食生活とか結構カナダ風かなとは思うんですけど、で私の母が沖縄出身で父が青森出身なので、夏は毎年沖縄に行ってて、たまに青森も行ったりみたいな、結構こんなだから遠いから、結構小さい頃から日本に来てたから、日本の文化とかのことも知ってたし、日本人と触れることも多かったから、大体のことは分かってたんですけど、やっぱり住んでからいろいろ気づいたこと、日本で友達ができたりしてからいろいろ気づいたことがあるので、それを今日皆さんと話していきたいと思います。では最初にチップをあげることティップやっぱりカナダとかアメリカってやっぱりチップをあげるんですよ。飲食店とかの人とか店員さんとかに、だいたいヘアサロンだったり、サービスしてくれる人、ヘアサロン、飲食店、バー、ネイルサロン、美容院とか全部はだいたいチップがあげるのが一般的です。あげなかったら結構もう最悪なサービスだったからあげないって感じなので、紙のサービスだったらだいたい 20% あげるとか、飲食店だったらだいたい15ぐらい 10% から 15% の間をあげるとか、だからチップをあげないのにここまで最高なサービスをしてくれる日本の文化はすごいなって全然思います。昔から思ってたんだけど、あんまり感じが悪い店員さんってそんなに見かけないし、その上そのサービスもちゃんとしてくれて、全然何もチップあげないっていうのも申し訳ないぐらい、髪も昨日ちょうど私ヘアサロン行ったんですけど、そのシャンプーも気持ちよかったからとか、すごいお茶を出してくれたとかいろいろあったのに、チップをあげないで帰るっていうのも、慣れたけど最初やっぱりちょっと抵抗感があるっていうか、よくしてもらったから気持ちとしてあげたいところは残ってます。で次は現金を持つこと。カナダではもう本当にずっと私カナダドルずっとその現金を全く持ってなくて、キャッシュレス社会かなので、日本では、ペイペイも使えるしスイカとかも結構キャッシュレスにはなってきてるけど、たまに現金のみのお店だったりサービスとかはまだまだあるなっていう風に感じて、私はもう日本に来てからずっと現金を持ち歩いてます。不安になっちゃう、なかったら。次は外でお酒を飲めること。カナダとかアメリカでは外で酔っ払うのはダメなので、もちろんレストランとかバーとかで飲むのはいいけど、外に行ったらある程度ちゃんとしておかないと結構注意されるのもあるし、もちろん外でビールとか飲んじゃいけないんですよ。だからよく外国人が日本に来ると、みんなわざわざファミリーマートでほろ酔いだったりビールだったりのカクテルを買って外で飲むっていうのを味わいたいっていうのが結構一般的のツアーリストの日本に来てからやりたいみたいなことだと思います。7月1日はカナダの日だから、みんなお祭りみたいな感じの、日本のお祭りとは全然違うけど、花火みたいな、別にもちろん浴衣とかそういう文化は全くないけど、外で飲みたいじゃないですか。でも絶対ダメなんです。もう海とかそういう公園とかに行ったらずっとおまわりさんがぐるぐる回ってるし、水筒とかに入ってる飲み物とか普通に匂いされたりで、アルコール入ってたら全部目の前で捨てられるみたいなのは全然普通なんですよ。だから飲むならお店に入るしかないって感じです。次はお手洗いに関してなんですけど、日本のお手洗いって結構、よっぽどじゃないとあんまり汚いところはないなって。よっぽどっていうと、そういうちょっと小さめなめっちゃ地下の駅とかそういうところだとたまに汚いなっていうところはあるけど、入れないほど汚いっていうのは本当になくて、だいたい綺麗。普通に公園のトイレであってもめちゃめちゃ綺麗っていうのはすごいなって思ってて、安心してお手洗いに入れるっていうのはいいなと思います。カナダにいると、最近は良くなったけど、前まではお手洗い入るときちょっと一旦見て様子見てから行くか決めるみたいな感じなのが全然普通。今でもそれはあるかも。ちょっと抵抗感があるかも。大丈夫かなってちょっとチェックして確認してから入る。でまだちょっとトイレなんだけど、その手洗う文化がすごい違うってここ最近、でもここ10年ぐらいで気づいたんですけど、女子トイレだけなのかな、みんな全然手洗わないんだけど、あれは
大丈夫ですか？なんかみんな石鹸使わないでパパーってこう水でやってこうやってちょっとなんか紙にこうやって入れていなくなる人がほとんどなの。本当に 90% もたまに見るんじゃなくて、ほとんどの人が手ちゃんと洗ってなくて結構びっくりする。特に東京だしすごいあちこち混んでるから、普通に渋谷とか恵比寿とか行くとどこのトイレ行っても並んでて、並んでるとその手洗ってる人が全然見えるから、その時に気づいちゃうんだけど、みんな本当に石鹸使わないし、手一つだけでなんかこんなみたいなってすぐいなくなっちゃうのが結構びっくりで、カナダだとあんまりそういうのは見ない結構みんな石鹸ちゃんと使ってゴシゴシ手洗うみたいなのは普通だし、私もそっち派なんで、それは毎回ちょっとびっくりするかなみたいな。結構綺麗好きな人が多い国だとは思うのに、手はあんま洗わないなみたいなお手洗い行っただけでそんなに手汚れてないって思う人もいるのかもしれないけど、鍵をかけるところも普通に汚いし、トイレットペーパーのとこ触るのも汚いし、今はだいたい手動じゃなくて自動のトイレ流れるのが多いから、それを触ることはあんまりないかもしれないけど、普通にそこの空気がもう汚いから手洗いたくならないって思っちゃいます。次は電車とか、普通に外にいるとき、その知らない人たちと一緒にいるときの優しさ、これをこうちょっと細かく説明すると、席を譲るっていうのはあんまり、私が思うにはね、カナダでは結構普通にみんなどんどん譲ってるんですよ。ちょっと年取ってるとか、もちろん妊娠してたり怪我してたり何があったらやっぱりこう譲るっていうのが普通だから、こっちだとやっぱりちょっとこう年がそこまでいってないのに譲るのが失礼って逆に思われるのもあるし、普通に遠慮しすぎて結局また自分が座るみたいなのもたまにある。あんまりないけどでもそうなるのっていうぐらい遠慮する人が全然いて、結構譲りにくいかなって感じがします。明らかに怪我してたりお年寄りだったりするともちろん譲りたいし、私は全然譲る派なんですけど、そのカナダ人がやっぱり中にあるから全然こう失礼かなって思う前に座らせてあげたいみたいなのはあるんですけど、やっぱりちょっとみんな気にしてる、逆に気にしてないのかな、見てないみたいな、わからないけど、で妊娠してる友達がいるんですけど、やっぱり誰もその人たち用の席あるじゃないですか、電車の中に。そこで全然誰も譲ってくれなかった問題みたいなのあるし、みんな携帯で夢中だからあんまり譲り合いみたいなのはそんなに全然ないとは言わないけど、そんなに見ないかなっていう感じで、それはちょっとなんか悲しくなりますもっとお互いのことを考えない。多分日本人のこの考え方とか文化だと、迷惑かけたくないとか注目されたくないとか気にかけてもらわなくて大丈夫みたいなのが、逆にそれが優しさなのかもしれないけど、カナダ人としてはちょっとそれが不自然な風に感じる時もあります。次はハグですね私はもう誰だってハグするタイプだったんですけど、日本来てから誰もあんまハグしないようになって、兄弟ぐらいですかね。私は小さい頃から友達男女問わず、もうどっちも会ったらハグする、バイバイする時もハグするみたいなのが普通だったので、こっちに来てから最初私ちょっとハグしちゃいがちだったんですよ、友達とかを。でもそれでなんかみんなハグが下手です。日本人はなんかちゃんと全然ギュッとしてくれないし、こんな風になってすごいハグしにくい、なんか嫌なんだろうなみたいなのも感じるし、だから私はもうなんかしないどこうと思ってるわけじゃないけど、習慣づいたって感じで、日本人はハグしないんだよなと思って、このタイミングでだから全然しなくなりました。会った時もヤッホーだし、帰る時もじゃあねだし、もう全部手だけでみたいな感じで。でもちょうど私2週間前に友達、高校一緒だった友達と久しぶりに会って、ほんと10年ぶりぐらいに会ったんだけど、その時やっぱり普通に会った時にハグ、帰る時もハグ、男の子なんだけど全然友達で、でもそれが普通、やっぱりそのところはやっぱり全然残ってるんだなと思って、この人だったら大丈夫と思ってるところもあるし、で私結構正直にこういう話を日本人の友達なんか仲が良くなったら聞いたり話したりするけど、やっぱりちょっとこう不自然な感じはするってあっちも言ってて、恥ずかしいみたいな感じらしいから、私はもうでもお母さんもお父さんも兄弟もみんなめっちゃハグするし、親戚とかもハグしますね。なんかしないと寂しいみたいな日本に来てからでもそういう友達ができたり、そのカナダの友達がまだいたりすると、その習慣がやっぱりちゃんと分けられてるんだなって、やっぱり考えてからさ、この人ハグしていいなって、全然もちろんそこまでは考えてないけど、その雰囲気だったり、その友達との関係どこからかみたいなのを考えなくても、もう習慣でどっちかになってるみたいな感じなのが不思議です。で最後なんですけど、これ本当に全然どうでもいいちっちゃいことなんですけど、インスタで
友達同士でもお互いの写真にいいねしないこと結構私カナダにいるとみんなお互いのことを全部ライクするみたいなのが普通なんですよ。なんか友達だから。でも日本に来たから気づいたんです。あんまりそういうのがない。で別にそれでなんかライクしてくれないんだと思わないけど、しない感じみたいなそういう感じなんだと思って、自分とこの友達だけじゃなくてその友達同士でもそう思うし、自分たちのその私たちの関係でもそうだし、インスタってそこまでのことじゃないっていうのもあるし、どっちかっていうと私が個人的に感じてるのは日本よりはカナダとかアメリカの方がこういいねに対してこうなんていうの重要に感じてるみたいな、大事なことみたいな風に感じてるのはあるから、そういう違いはちょっと感じて不思議だなみたいな。もう何年も会ってない、何年も喋ってないカナダの友達はまだ私の写真いいねしてくれてるけど、毎日一緒にいる友達とかは全然してくれないこれはでも普通に文化の違いだと思います。なんかそのインスタとか SNS の使い方がもう全然違うなって普通に思います。というわけで私が日本に来てから気づいたこと、文化の違い、カルチャーショックとかをまとめて皆さんと共有してみました。いろいろと全然私の自分の個人的な意見とかもちょっと入れたけど、やっぱりその日本とカナダってやっぱり全然違うなっていう風に改めて感じたり、こういうところは日本人だなって自分の中で思うところもあるので、どっちの文化も知れてなんか嬉しいし恵まれてるなって思います。ではまた次の動画でバイバーイ。